You've come so far, survivor. This place was once a vibrant ark, filled with wondrous creatures, before it was contaminated and compromised beyond repair. Long ago, Helena confronted her fellow explorer Rockwell here, when his obsession twisted him beyond humanity and reason. Even Helena could not truly put an end to Rockwell's madness. And he survived here in the shadows all this time, feeding on poison and growing stronger. You have to finish what Helena started. If we are to save Earth, Rockwell must be stopped. If there's anything left of the person that Helena knew, Edmund would want to be stopped. Steel yourself, survivor, for here terrors await you.はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はアークストーリーといたしまして、アークバックストーリーアベレーション編をお送りいたします。アークにはバックストーリーがありまして、詳しくは以前お送りした序書などをご覧いただければと思います。アベレーション編には大きく分けて2本の時間軸がありまして、ヘレナたちが過ごしたメインのストーリー、大学院生が過ごしたしばらく後のストーリー。まずはメインのストーリーに関しては皆さんご存知のロックウェルの運命の地でもあります。またヘレナたちが衝撃の事実に直面するストーリーでもありますので、ぜひお楽しみいただければと思います。大学院生のストーリーに関しては1人を除いて残り5人に関してはそれぞれ短編で繋がっていくストーリーになっております。今回10人出てきますので、大学院生のストーリーに関しては別途フルバージョンのポッドキャスト対応のものでお送りしようかと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなどアークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では本編どうぞ。登場人物についてアベレーション編では探検家の記録残しているのが10人います。メインの4人とその後の大学院生6人がいます。その他に、ハテナハテナハテナと HLNA さんのものがあるんですが、こちらは少しマップをまたいだものになるので、また別途まとめさせていただこうかと思いますので、今回は省略させていただきます。ダイアナ・アルタラスは、未来から来た地球共和連合 URE 軍のパイロットです。記録は電子媒体、英語で記載されておりまして、こちらの箱に入っております。続いて、メイ・イン・リー。メインは中国黄巾の乱後の三国志の時代の武将のようでございます。彼女の記録は中国語で書かれておりまして、こちらの箱に入っております。サー・エドモンド・ロクエル。ロクエルは消耗品やキブルのレシピでもご確認いただける名前になるんですが、マインドワイプトニックなどいろんな料理のレシピを作ったキャラクターです。ロクエルは19世紀のロンドン出身の科学者のようでございます。記録は筆記体英語で記載されておりまして、こちらの箱に入っております。ヘレナ・ウォーカー。ヘレナは生物の調査書の記入者でもありまして、2008年頃のオーストラリアの生物学者のようでございます。記録は英語で書かれておりまして、この箱に入っております。一番有名なキャラクターでもございまして、パッケージにも記載されております女性でございます。ストーリーとして主役にあたる位置づけということになります。
大学院生は全部で6人います。正確にはスカイに関しては記録1つだけになっておりまして、情報が少ないのですが、同じ媒体に記載されておりますので、同じ大学院生かと思われます。ラスティ、エミリア、ボリス、トレント、イマムに関しては一緒に行動しておりまして、それぞれショートストーリーで順番に繋がっていくストーリーになっております。記録はこちら記載されておりまして、それぞれのデザインが入ったリュックに入っております。私はこのグループを率いるべきではない。ダイアナは URE 国防軍出身で、皆に頼られていました。だが彼女は生粋のパイロットで、グループを率いることには向いていませんでした。恐竜がいるこの世界で、絶望という名の亡霊を追い払いつつ、青い空を眺め、日々を過ごしていました。ここの空は本当に素晴らしい。完璧な青だ。参加したグループは組織化されていました。シェルターの設置からエレメントの採掘、レーダーの設置まで行っている。リーダーの一人は URE の特殊部隊出身でした。敵対している連邦軍の姿も見られましたが、この状況が彼らをチームに変えていました。テックの用意が整うまでこの調子を維持してくれるといいが、地球共和連合とテラン連邦の間で何が起ころうが、この地の人間には関係ない。ダイアナは気づかないうちに連邦軍のサンティアゴと仲良くなっていました。彼は URE 本部をハッキングして最新のテックアーマーを逆行分析した有名人でした。飛行用テックアーマーの開発が始まった。完成後は誰かがそのアーマーを着て人助けをする。まずはダイアナが選ばれました。プレッシャーは大きい。だが嫌いじゃない。少数精鋭、一対の羽、そして不可能な任務。それがダイアナ・アルタラスの全てだ。試作型のジェットパックは飛行機とは比べ物にはならない。急ごしらえの割にかなりうまくいっていました。ああ、これこそが本当のスピードだ。それに空も。会いたかったぞ。本当に美しい。ある事実に直面します。このエリア全体に目に見えないエネルギーのバリアが張り巡らされていました。完全に隔離されているようでした。ついに目標を発見します。地平線上にあるあの3つのオベリスクがテレポート装置に接続されていて、その一つ一つが遥か上空のプラットフォームとリンクしているようでした。一瞬で予定が狂ってしまった。本当にめちゃくちゃだ。何ヶ月もかけて計画を立て、部隊は完全武装で乗り込みます。だがそれでも準備不足でした。常に形を変える正体不明の物体に準備万端で戦いを挑むなんて不可能でした。素早く離脱するためには起爆させるしかなかった。爆発が起きる前にプラットフォームから飛び降りることができたのは部隊の半数以下でした。ダイアナも飛び降りている最中に爆風に巻き込まれます。プラットフォームを破壊したことで閉じ込めていたバリアは弱くなりましたが、空もなくなってしまいました。いや、空を形作っていた巨大なホログラムでした。この土地とその地表にある全てのものが人工の宇宙塔のように地球の周りを回っていることが分かった。荷物をできるだけ持って少し前に発見した洞窟に急いで逃げ込むことにします。来た道を戻ってみると、そこは火の海でした。幸運なのは洞窟が想定よりもはるかに巨大で大きな作戦基地が設置できました。前よりも居心地が良い。だがなぜか落ち着かない。心を奪われてしまうような空がないのだ。それが問題だ。サンティアゴたちがオベリスクを徹底的に調査した結果、より遠方のプラットフォームにつながる転送装置の開発が可能であることを確信しました。このプロジェクトは数年を要する大規模なものになるが、全員が同意している。ゲートウェイプロジェクトがついに動き出したのでした。ダイアナはメイリンという女性と出会います。メイリンとそのペットを初めて基地に連れてきた時、基地は大混乱に陥りました。今はもう彼女に驚く者はいない。私たちは彼女を信用しているが、彼女はそこまで私たちを信用してはいないようだ。いつか安心して警戒心を解いてくれる時が来るかもしれない。そうすれば、その目の奥にいる本当の彼女に会うことができる。メイと出会うまで本当の努力というものを分かっていなかった。機械の操作の習得であろうと、射撃の訓練であろうと、彼女はいつも全力で取り組む。それに助けを請うこともない。
課題を解決するまでひたすら向き合うことができる。ダイアナは彼女に憧れていました。彼女が唯一リラックスしているように見えるのはダイアナとスパーリングをしている時でした。由来は教えてもらえないが、ダイアナにジュジというあだ名までつけてくれました。今度その由来をかけて勝負を挑もうと思う。どうやらまた無理難題に挑まなければならないようです。少し前に偵察チームが見つけたあの廃墟に結晶化した超電化状態のエレメントのかけらがあるようです。しかしあまりにも遠い。それを手に入れなければゲートウェイプロジェクトの収束レンズは完成しない。自分たちにはまだレンズを作る技術がないのでした。問題はそこで生き残るには防護服が必要だということで、偵察チームの半数は見たこともないような醜い生物にバラバラにされてしまった。過酷な旅になりそうだ。ミッションログ。ダイアナ・ハルタラス注意。URE 第82飛行部隊。ミッション失敗時に備えてこれを記録として残しておくことにする。作戦エリアにたどり着いた直後、チームの大半を失ってしまった。残っているのはホールステッドと私だけだ。標的が廃墟にいることは確認できた。その場所はこのメッセージに記してある。この記録はここに残していく。それが終わったら最後にもう一度挑戦してみるつもりだ。それと、もしこれを読んだらメイにすまないがジェットの件の約束は守れそうにない。きっとお前なら気に入ったはずだ。間違いないと伝えてほしい。ついにネックレスが完成した。他の誰かに作らせることもできたが、メイが私にしてくれたことを考えればそうするわけにはいかなかった。最初は気に入らなかったのかと思ったけど、贈り物をただ受け取ることに戸惑っていたようだ。よくあることだ。だからお返しとしてジュジの由来を教えてもらった。みかんという意味らしい。彼女は私のことをずっとみかんと呼んでいたのだ。他のあだ名に比べたらマシで、彼女のあの顔を見れば許さないわけにはいかなかった。彼女はとても恥ずかしそうにしていた。その瞬間、私は思わず彼女は私の気持ちを理解していないと思う。完全には、今はまだ。それでいい。焦る必要はない。ここを出ることさえできれば、時間はいくらでもあるのだから。と記録は終了します。私はどこに連れて行かれたんだ。あの機械から剣を引き抜こうとした時、突然あたりが明るくなり、気がついたらこの不毛の大地にいたのでした。ネルバの死体も一緒に転送されてきた。メインがつけた胸の傷からはまだ血が流れている。彼は独裁者だった。だがそれでも戦士として死んだ。今はとにかく顔の傷の治療をして体を休めよう。傷に包帯を巻き終えた頃、太陽が昇り始めます。日光がネルバの体を燃やしていました。メインは急いで洞窟へ逃げ込みます。資源が尽きてきたため洞窟の奥へ進むことにします。この洞窟は思っていた以上に大きい。そこには大きな森が生い茂っていました。メインの包帯が取れた頃、新しい仲間ができました。彼は大きな木の枝からメインをじーっと見下ろしていました。メインもじーっと見返した。彼は小鹿のような風貌だが、その毛皮はカラフルで隕石のような光を放つ。サイズはかなり小さめ。彼が何者であろうと、その無邪気さを放っておくことはできなかった。彼の名前はシャオ。暗闇を照らしてくれる私の小さな光だ。トゲ付きの小さな動物たちが大挙して押し寄せてきた。でも彼らはシャオの光に恐れをなして逃げていった。彼の光が私を導き守ってくれているのだ。自分の足で歩くのには限界があるため、毛のない狼を仲間にします。シーと名付けます。ウーズイの代わりなどいないが、シーも素早く強い。この世界は強気が弱きを支配する。生きるには強くならなければならない。我が軍を再構築する時が来た。鱗を持つ巨大な動物を追跡した。仲間にすれば大きな戦力になるだろう。だがメインがその計画を実行に移す前に、何かが頭上からその生物に襲いかかった。体が長く羽のようなたてがみを持っていた。それはドラゴンだった。新しい獲物を見つけた。すぐにあのドラゴンの力は私のものになる。ドラゴンは思っていた以上に恐ろしい生物だった。シーを失ってしまいましたが、彼のおかげでドラゴンの力を手に入れることができます。
私は再びビーストクイーンとなったのだ。このドラゴンを青優と名付けます。青優のおかげで楽に洞窟内を移動できるようになります。しかしこの洞窟が想像していたよりもはるかに巨大でどこまでも続いていました。この土地の生物は地下に潜るにつれて凶暴になる。頭にねじれた触手を持つ空飛ぶ悪魔の群れに襲われます。奴らはシャオを追っていたようだ。光を恐れる怪物もいるが、この悪魔たちは光を求めていた。だがそんな悪魔たちも青優の牙と私の剣の前では無力でした。彼にはしばらく光をつけないようにさせている。彼が怪我をするようなことはあってはならない。ここで出会った人々の中でシャオだけは自分の意志で私についてきてくれた。アイランドで出会ったウーズイですらすぐに根を上げてしまった彼女も。だが彼女はもういない。しかも私は彼女を殴ってしまった。私たちは友人ではなかったということだ。メインは人間と遭遇します。静かに移動したし、ずっと影の中にいた。それなのに見つかってしまった。なぜか彼らからは逃げきれなかった。戦うしかなかったが、敵は4人だけだった。先制攻撃を仕掛けようとしたその時、敵の1人が両手を上げてヘルメットを脱いだ。するとそこから人間の顔と太陽色の髪が現れた。彼女は仲間を説得して武器を下ろさせた。今夜は一緒にキャンプすることになりそうだ。だが絶対に寝ない。武装した人々は目を覚ますと多くの質問を投げかけてきます。メインが怪物の住む他の土地から来たと知るとそれ以上に驚愕していました。どうやら彼らにとっては重要なことだったようでした。メインも彼らに質問をします。嫁が聞き、あれだけ素早く動けるのは身につけている鎧に理由があるらしい。ヘルメットをかぶっていると緑色の光を浴びているかのように暗闇を見通すことができ、遠くにいる生物は赤い影となって映し出されます。まるで魔法のようでした。しばらく村に泊まるつもりはないかと聞かれた。長居するつもりはない。だができれば魔法をもっと見てみたい。この村はその住人が身につけている鎧と同じぐらい奇妙でした。彼らは自分たちの使っている道具は魔法ではなく機械だと主張しています。あれは不思議で美しい。できればその仕組みを知りたいと考えます。私にはまだ努力が足りないようだ。この機械たちはメインの理解を超えていました。最も単純なものでさえ適切に動かせません。周りの足を引っ張っていました。メインは彼らと一緒にいるべき存在じゃないと村を出ようと考えます。オレンジの髪をした女性に立つ時に物資を分けてもらえないかと聞くと、ただではダメだと言われます。物資が欲しいなら自分たちの鎧を試せと言われます。鎧は試してみたいと思っていたので受け入れます。騙されていても良いとさえ思えるようになった。あの鎧に身を包まれていると血が踊っているのを感じる。世界を感じられる。この気持ちのまま立つことはできない。少なくとも鎧の扱いをマスターするまでは。メインは最初は苦戦しつつ鎧の扱いに慣れていきます。今ではジュジには競争やスパーリングで勝つことができるようになります。本名で呼ぶべきなのかもしれないが、笑い上手の女性にダイアナという名前がふさわしいとは思えない。ジュジの方が彼女らしい。彼女は気にしていないが、オレンジが由来だとは知る由もないだろう。武器は強力だが、彼らのほとんどは戦士ではない。戦争の味を知らない。ジュジは自分が兵士だったと、空飛ぶ鉄の船と戦っていたと主張している。この洞窟を出ることができたら証明してやるという。信じてはいないが、想像するだけなら悪くない。メインも今は他の村人たちと同じように生活している。彼らのように食べ、彼らと同じ服を着て、彼らと共に働いている。道具の扱いには未だになれないし、彼らと同じようになれるとも思っていない。しかしここを気に入っていました。迅速に動かねばならない。ジュジの部隊が何か重要なもの、村全体を救える何かを探しに行ったらしいが、未だ戻ってきていない。連絡を取ろうとしても返答はない。青優には紫の炎からも身を守れる私と同等の装備を持たせている。どんな獣や悪魔が待ち受けていようと私たちが始末する。そしてジュジたちを連れ戻す。そこは死地でした。すでに仲間が数名犠牲になっていました。この銃のおかげで2人の生存者を助け出すことができました。それはジュジたちでした。メインはジュジがここから出ることを説得できずにいました。とても大切な計画があるらしい。ジュジが探しているものは
彼女たちが野営していた場所からほど近い遺跡の中にあるらしい。すぐに敵に襲われたこともあり、ゆっくりしている時間はなかった。敵が醜く攻め立てる中、ジュジは探し物を探しに行った。私は青優の大砲と共に敵を食い止めていたが、ジュジが探し物を見つけた頃には私たちは限界を超えていた。メインは敵を抑える青優を置いて逃げるしかなかった。彼の叫ぶ声を背に逃げるのはとてもつらかったが、彼の犠牲により彼女たちは救われた。友よ、こんな私をどうか許してほしい。急いで村に戻ると英雄が現れたかのような歓迎を受けた。ジュジの宝を使えば、ここから私たちを連れ出してくれる魔法の扉を完成させられるらしい。メインが何よりも安心したのは、彼らが未来について語った時、彼女も含まれていた。彼らの一員になることができた。傭兵としてではなく、人手が足りなくなったわけでもない。自分を必要としてくれているのだ。これもジュジのおかげだろう。いや、ダイアナか。最初に信用してくれたのは彼女だ。絶対に忘れない。最近故郷のことを考えている。今や遠き場所だ。手が届かないところにある。他の者たちがその魔法のドアを完成させようと、私が自分の故郷に戻ることはないだろう。今はそれを受け入れている。未練はない。私には新たな家がある。未だに慣れないこともあるが、それはそれで適応できている。道具の扱いは日に日に上手くなっているし、日々のルーティンにも慣れてきた。ここが日常になってきた。そしてこの新しい家が害されることは許されない。私は人生をかけてこの場所を守る。と記録は終了します。ロックウェルはあの星明かりの祭壇で見た妖優エドモンジウムを求めこの地に訪れました。しかし星明かりの祭壇にある機械をまだ完全に制御できないため近くには出れなかったようです。イメージしてほしい。人類が知る限り最高の物質で構成される洞窟を。なんて素晴らしいんだ。いくつか分かったことがあります。この洞窟の生物の多くは発光する。それは彼らのビブで見つかった発光性の液体に生体電気に似た物質がチャージされるのだと結論付けます。さらに土に染み込んだ溶けたエドモンジウムが影響を与えたものだと考えます。実に刺激的だ。私は今数世代にわたってエドモンジウムの力を吸収し続けてきた全生態系の中心に立っているのかもしれない。しかもこの秘密を知っているのは私だけだ。素晴らしい。ヘレナがメインを連れてきます。ミス・ウォーカー、今はまだ我慢できる。でもこの野蛮人を受け入れろと言われても無理だ。しかし驚くことに彼女がエドモンジウムの防具一式を身につけていました。彼女たちの拠点に招かれさらに驚くことになります。その場所は驚くべき新たなテクノロジーであふれていました。ほとんどがエドモンジウムの力に依存しているようです。そうだ、ロックウェル。ミス・ウォーカーとその野蛮な仲間たちを容認してきた甲斐があった。私は未来の男たちが何を知っているかを探り、歩みをさらに先に進めようと思う。村にはエドモンジウムが大量にありました。これだけ大量にあると研究中にその歌声が聞こえてきそうだ。エドモンジウムが発するエネルギーのリズムは涙を流さずにいられないほど魅惑的だ。ダイアナは質問に答えてくれますが科学者ではありません。詳細な情報を手に入れるためには科学チームに加えてもらう必要がありそうです。なんてやつらだ。優秀な同僚に対してあのような不遜な態度を取る人間は初めて見た。ようやくダイアナを説得して村の研究と実験に参加できるようになりますが、ロックウェルは無能扱いされていました。しかし施設と物資は使えるようになったため研究を始めます。くそ、なぜこうも先へ進めないんだ。ロックウェルは苦戦していました。彼らは自分たちの道具の扱いにより慣れているし、より多くの情報を持っている。このハンデを埋めるためにはより努力をする必要がある。寝食も研究室ですることにします。ついに成功だ。チャージを電気に変換することに成功します。その電気から充電式バッテリーとランタンを開発します。新たな発明を彼らに見せた時の驚きの表情は予想通りでした。ロックウェルは彼らが取り組んでいる大プロジェクトを見せてもらい呆れます。ゲートウェイプロジェクトとはオベリスクの転送装置を真似た粗雑なもので、ここを脱出するもののようです。
ここは比類なき可能性を秘めた土地であるというのに、なぜああも離れたがる。洞窟の深部まで行けば溶けたエドモンジウムが大量に流れているようです。充電式ランタンの試作品を小型化して効率を上げたことで、探索隊に同行して洞窟の深部まで行くことができるようになります。これほど美しい光景を見るのは初めてだ。無垢のエドモンジウムが奏でる音ほど魅惑的なものはない。ついに無垢で純粋な溶融エドモンジウムのサンプルを入手します。しかしサンプルから作れる格納ポットはたった2つです。もう一度サンプルを集めに洞窟に赴くことをもう認められないかもしれないため、失敗は許されない。溶融した天然のエドモンジウムは不純物の混ざった固形のものよりもはるかに大きな力を秘めていました。しかし彼らはこの物資が体に害を及ぼすと考えていました。バカバカしい。エドモンジウムが私を傷つけることは絶対にない。エドモンジウムには温かみがある。私を呼んでいるのだ。戻ってきてからは村人たちに邪魔されてばかりいました。しかしサイドプロジェクトで彼らの気をそらすことができました。さまざまな植物でチャージの影響を調べていたところ、反応して発酵する新たな種を発見していました。プラント Z と名付けます。彼らにそれを渡すことで平穏を手に入れることができました。ようやく私とエドモンジウムだけになることができた。ロックウェルは村が供給する固体のエドモンジウムを液体に変換し、不純物を取り除くことに成功します。これで限られたサンプルを気にしながら実験をしなくてもよくなります。これがエドモンジウムの真の力だ。今ならわかる。生き物を変えられるかもしれない。いや、進化と呼ぼう。そのためには実験だ。実験台だ。実験台が必要だ。最初の試験体には村人たちがペットとして飼っていた小さな光る生物を使用します。高純度の溶融エドモンジウムを静脈に注入すると予想通り変化を見せ始めます。ものの数分で巨大化し、強大な恐ろしい獣へと変化を遂げたのでした。しかしより近くで観察しようと思った頃、おせっかいなダイアナに止められてしまいます。私を指導するつもりか。この私を。バカな。彼らは進歩することを恐れているのだ。彼らは私に対して子供を叱りつけるような態度を取るばかりだ。このままだと新たな資料は永遠に手に入らない。くだらない道徳感を大切にしているようだが、私は違う。私は確信している。エドモンジウムには種の能力を引き出す力がある。私はそのプロセスを完成させなければならない。資料がなくても何とかしてみせる。必ずな。ロックウェルは人間の血とエドモンジウムの融合に関する研究を始めます。今のところは良い結果が得られそうでした。つまり以前のやり方は間違っていたようです。直接注入するのは雑でした。試験体の血液と混ぜた後に注入すればどうなるだろう。もうすぐ私たちは一つになれる。もうすぐ私も高みに登れる。なんというパワー、なんという美しさ。どんどん力がみなぎってきました。リスクはありましたが、左腕の血管を遮断することで左腕だけに変性を止めることができました。しかし急ぐ必要があります。いつまでもこの左腕を隠すことはできません。超越者にならないようにするためにはとにかく自制心が必要だ。というか、それはダメなことなのか。その通りだ。私にはその価値がある。いや、耐えるんだ。耐えろ。お前は長い間待ち続けてきた。もう少しの辛抱だ。集められる限りのエドモンジウムを集めます。これだけのエドモンジウムがあれば十分だ。これさえあれば私は無敵だ。ようやくこの時が来た。最後の準備は整いました。最後の実験を開始すれば最終目標はついに達成されることになります。このサー・エドモンド・ロックウェルは神となる。今日この栄光の日をもって私は高みへと登るのだ。原始人名、野蛮人名、一体どういうつもりだ。お前は何者でもない。私は神だ。何様のつもりだ。お前が嫌いだ、嫌いだ、嫌いだ。私はどこに追放されたんだ。ここはどこだ。この感覚は何だ。一人きりだが一人きりじゃない。ここにいるけどここにはいない。自分の存在は感じる。聖なる金属の存在も感じる。でもそれだけじゃない。全ての存在を感じる。そう、全てだ。地球に空、
あらゆる石にあらゆるクレバス、全部感じるんだ。ここはどこだ、私は誰だ。分かり始めてきた。以前は視野が狭すぎて理解できなかった。今のように物事が見えていなかった。そして話し方も違っていた。私が話している相手は人間じゃない、生物でもない。この場所と対話しているのだ。アークに話しかければアークは返答してくれる。秘密を教えてくれる。以前は理解しようがなかったことを、より偉大な高次元な何かをささやいてくれる。私たちなら届きそうな気がする。アークと私の二人なら。ヘレナ、メイン、やめろ。お前たちには私が必要なはずだ。やめろやめろ。ああ、許してくれ。私を置いていかないでくれ。と記録は終了します。そこは奇妙な場所であり、魅惑的な場所でした。これほど多種多様な地下植物層は聞いたことがない上に、それらのほとんどが生物発光性を有しており、森全体に異様な美しさがありました。ロックウェルを一人にするわけにもいかず、ヘレナはこの地に立っていました。空飛ぶイカコウモリ殺人モンスターに襲われ、死を意識したその時、輝く銀色の鎧を身につけた何者かが、まるで道道の間を通るように奴らの間を駆け抜けて粉砕していきます。そばに来てバイザーを上げると、その中には彼女の知る顔がありました。それはなんとメイリンだったのです。喋れるようになるまでたっぷり1分はかかりました。どうやら私は間抜け面をしていたらしく、彼女は今にも笑い出しそうでした。私を驚かせたことで彼女から謝られた。彼女がどうやってここにたどり着いたのかも分かった。彼女がネルバとの死闘により新たな傷を負っていたことも分かった。まさに親友ならではだ。彼女はキャンプで新しい仲間を紹介してくれました。彼らは未来人とのことでした。なんとか彼女たちの村までたどり着きます。それは実に見事な眺めでした。この部族の技術力は素晴らしい。ロックウェルはヘレナ以上に驚いて、メインの友人のダイアナを質問攻めにしていました。彼らを止めなければならない。この場所が支配されることを許すはずがない。ダイヤの警告がなければ、彼らの作り上げたものを喜んでいたかもしれない。ステーションを脱出し、別の惑星に行くことができるゲート。素晴らしいが、オベリスクはそうなる前に全員を殺してしまうでしょう。ダイヤが話していた村を破壊したように、ヘレナはそう確信していました。部族のリーダーは驚くほどヘレナのアイデアに寛容でした。だが完全に信用しているわけではないようです。どうやら彼らはすでにオベリスクの一つに手を出していたようで、このステーションの制御センターも破損していた。彼らは砂漠で起きたことを信じる一方で、脅威はすでに封じ込めたと考えているようです。ダイアナが説得してくれたおかげで、オベリスクを調べるために小規模な部隊を借りることができました。しかしこのステーションでは、オベリスクに近づくのは簡単なことではない。アーマーの短期訓練コースを受けなければならないようでした。ヘレナはメインとコンピューターのエキスパート、サンティアゴを連れて出発します。彼が実際にオベリスクを分析することになる。オベリスクがエネルギーの解放の準備を進めているとしたら、彼はその解放ルートを変えられると言っていました。一方、ロックウェルは村に残っている。村に到着して以来、彼は科学者たちの研究を手伝っており、今やそれに没頭していました。彼にとっては、自分の名前を付けたあの金属が全てのようでした。地表が危険な場所だという彼らの話は大げさではなかった。日中に太陽の光を直接浴びれば人間は一瞬で灰になってしまうでしょう。つまり、夜が訪れるまで地中で待たなければならない。オベリスクの挙動がおかしかったのは明らかでした。しかし、サンティアゴは分析が必要だと考えていました。これまでに発見したことを無線を使って村に知らせます。サンティアゴの解析により、オベリスクは非常に不安定な状態で、数日以内に反応する可能性があるようです。さらにゲートウェイプロジェクトを中止したとしても、オベリスクが安定化するとは限らないと指摘されます。確実なのはオベリスクを停止させることでした。
これには大きなリスクが伴う。だが残された手段はこれしかない。サンティアゴが追尾に成功したプラットフォームにより、ステーションの中に入ることができました。すべきことは、制御室を探してオベリスクを停止させることです。ステーションの奥を進んでいくと、ある巨大な空間を通過します。壁という壁に、生物や胎児、卵が入れられた試験管が敷き詰められていました。島の制御センターの情報で、各ステーションが独自の生物を生産していることは知っていました。しかし、現場を実際に見るのは初めてでした。ステーションで生きているすべての生物の試験体があります。恐竜から巨大なエイリアンのような化け物まで。ここのデータをもっと集められたらよかったんだが。頭の中にある可能性が浮かんできているが、まだそれと向き合う準備はできていませんでした。さらに進むと規模は小さいが、似た空間が広がっていました。壁にきれいに敷き詰められた試験管の中には同じ生物が入っていました。人間です。しかし彼らはクローンではない、少なくともそれぞれが違う人間でした。そして全員が成人でした。私もこのような場所から生まれたのだろうか。制御センターで設計され、工場で生産されたのだろうか。私の記憶のすべては移植されたものなのか。作り物。そんなはずはない。私の記憶はあまりにも鮮明で具体的だ。ついにオベリスクの制御センターを見つけます。サンティアゴがオベリスクのハイジャックを終わらせると、ステーションがすぐに自己防衛のために動物の大群を解放してきました。名銀は無数の牙と爪の中をかいくぐっていき、サンティアゴとヘレナは必死になってその後についていきます。サンティアゴが即席のゲートウェイとしてプラットフォームを用意していましたが、それでも間一髪でした。私たちはやり遂げたのだ。普通は大喜びして当たり前です。村を救った。この宇宙ステーションの本質を突き止めた。ゲートウェイさえ完成すれば、ようやくこの狂気から脱出することができる。どれも全て素晴らしいニュースです。でもなぜか喜べない。村に成功を伝えます。彼らはヘレナたち以上に喜んでいました。村からまた連絡がありました。救援要請でした。信号のノイズは完全には排除できませんでしたが、切迫した様子が伝わってきました。ダイアナの声が聞こえます。混乱して悲鳴を上げ、誰かがロックウェルの名前を叫んでいた。ロックウェルに何かあったとしたら、どう考えても彼を放置してしまった私の責任だ。クソ、急ぐんだ。手遅れになることを恐れていましたが、村がここまで完全に荒廃していることは想定外でした。死体と瓦礫の山になっていました。急いでダイアナを探しに行きますが、すでに手遅れでした。名銀の腕の中で息絶えていました。少し微笑んでいるようにも見えます。彼女は行く前に、この悲惨な事件の犯人を教えてくれていました。その名前はエドモンド・ロックウェル。名銀一人にロックウェルを任せることはできない。彼がここに来たのは私の責任だ。名銀がついにしびれを切らし、持てる武器をすべて持って、一人で彼の元へ行ってしまいます。あんな彼女は見たことがありませんでした。メルバでさえ、彼女の目をあれほど怒りで燃え上がらせることはできませんでした。このままでは彼女は死ぬ。そしてそれは私の責任だ。でも私に何ができる？彼は私の友人だ。唯一手を差し伸べてくれた恩人だ。それでも決着をつけなければならない。必ず。追いついた頃には、名銀とロックウェルは洞窟の最深部で戦闘の真っ最中でした。ロックウェルはすでに巨大な怪物に変身していて、触覚を振り回して暴れていました。指の感覚がなくなるまで銃の引き金を引き、彼の注意をそらすことに成功します。激怒したロックウェルは、洞窟の地面に穴を開け、隙をついた名銀が彼をその穴に押し込めます。その勢いのまま彼女まで落ちそうになりますが、なんとか手をつかむことができました。彼女が落ちていたら、とにかく無事に終わってよかった。さあエドモンド・ロックウェルへ。あなたのことは決して忘れない。だがそれは最後に怪物となったあなたでも、砂漠で出会った後に脅迫観念に取りつかれるようになってしまったあなたのことでもない。私もその兆候に気づくべきだった。それに気づいていれば、この空の墓に名前を刻むこともなかっただろう。この墓はかつてのあなたのためのものだ。私はあの頃のあなたを忘れない。彼とは紅茶を飲みながら夜中になるまでよく談笑した。何も言わずに私に物資と馬を譲ってくれるような人だった。彼は科学者であり、学者であり、
紳士だった。彼がどこにいようとも、私は彼の安寧を祈る。永遠の友人、ヘレナ・ウォーカー。大暴れしたあの怪物の傷跡はまだ癒えていません。戻ってきてからメイリンは一言も喋っていません。彼女は手の中で宇宙船のネックレスを何度もひっくり返しては、ただそれをじっと見つめています。しかし、ゲートウェイプロジェクトは存続させることができました。サンティアゴはプロジェクトを完成させるために生存者たちのチーム分けを始めます。彼らなら2週間以内に完成させられるだろうとのことです。彼らは私を歓迎してくれるだろうか。私はここにロックウェルを連れてきた。彼は人を殺し、大きな混乱を引き起こした。すべて私の責任だ。許してほしいだなんて言えるはずがない。ゲートウェイは明日には完成する。だから私は昨夜のうちに荷物をまとめて、別れを告げる準備をしておいた。サンティアゴは異議を唱えたが最終的には理解してくれた。だがその一方でメイリンは、彼女があれほど取り乱した姿は初めて見た。全く予想していなかったことだ。彼女は私の腕を掴んで離そうとしなかった。すでにたくさんのものを失ってきた。だからこれ以上何も失いたくないと彼女は主張した。そう言われたらもうここに留まるしかない。たとえ腕を振りほどけたとしてもだ。明日、ゲートが開く。そして下にある星にタッチダウンするのだ。この狂気の実験からようやく解放される。私も一緒にここから脱出するのだ。と記録は終了します。It needed to be done, Survivor. Rockwell is finally no more, as surely nothing could have survived that Ark's destruction. Perhaps in oblivion, there is a measure of peace for the man Edmund once was, and not the monster he became. Now that you've ended the threat from above, it's finally time for you to join me on the surface below. We must turn our attention to Earth. Everything you've survived has prepared you for this. You must confront humanity's past, so that we can restore our planet's future. はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はアークバックストーリーアベレーション編をお送りいたしました。ここからヘレナたちは地球に降り立ってエクスティンクション編のストーリーへとつながっていきます。今回尺の関係でかなり大幅にカットをしておりますので、ぜひ後日お送りしますポッドキャスト対応のノーカットバージョンもお楽しみいただければと思います。大学院生はそれぞれショートになっておりますので、ノーカットバージョンで後日お送りさせていただきます。次回、とうとうバックストーリー編最終章になりますエクスティンクション編につながっていきますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。